はい、今回はレイホークガンマを改造していきます。スーパーミニ四駆シリーズ終盤に登場した TZ シャーシ採用マシンの1台で、発売したのが97年の夏頃になります。フルカウルミニ四駆でいうところのガンブラスターやベルクカイザーの後で、ビートマグナムの少し前ぐらいのタイミングになりますね。そんなレイホークガンマをいつものように当時の雰囲気とシンプルな改造でかっこよく作っていきたいと思います。まずは TZ シャーシの後継にあたる TZX シャーシに乗せ替える作業からスタートします。乗せ替えといってもシャーシの形自体に大きな変化はなくって、TZ シャーシにはなかったリアのネジ穴が当たる部分をカットすれば、一応乗せることはできます。その一応っていうのは、レイホークガンマってかなり車高の低いマシンなんですね。当時ミニ四駆史上最低重心マシンとして紹介されていたりして、低重心イコールレイホークっていうのは結構有名な話で、 TZ シャーシにぴったりはまる形でその低さを出しているんですが、これはボディの前側をシャーシに差し込んで乗せた状態なんですけど、見ての通り少し浮いてしまうんですね。TZX だからではなくって TZ シャーシでも同じことで、上から少し圧をかけて締めてボディキャッチで止めるっていう、もともと綺麗に乗らない仕様になっていて、というのもこのバッテリーホルダー周りが窮屈で、このウィングの脇の部分とかよく見ると当たっているんですね。ボディとシャーシがぴったりすぎるために、こういう特徴があるんですね。なのでその上から押して止めるみたいなことなく綺麗に乗せたい場合はここも削ることになると思います。 TZ 系以外のシャーシだとスーパー2シャーシがサイドガードがない分比較的少ない加工で乗せることができます。 VZ とか AR とか大体のシャーシはウィングがサイドガードに思い切り当たるんですね。なので現行のシャーシに乗せるっていうことならスーパー2シャーシが一番手間は少なく済むかなとは思います。ただサイドガードにウィングがピタッと乗っかってウィングに立体感が出るっていうのが TZ シャーシを合わせた時のかっこいいところで、他のシャーシとシルエットに差が出る部分だと思うので、個人的には何かよほどな理由がない限りは TZ 系に乗せたいボディですね。これ多分当時デザインした方がウィングとサイドガードを重ねて厚みを出しつつボディのねじれとかガタつきも抑えられるみたいな感じでこの形になったんだと思うんですね。そういうこだわりとか経緯みたいなものが見える部分なので、今回このウィングをどう見せにいってるかっていうところにも注目していただけたらと思います。ちなみにこの段階では確認しやすくする目的で白いシャーシを合わせていますが、実際はこの後黒いシャーシに変えて改造しています。赤い A パーツを使用することもあって無難に黒で締めに行ったっていう感じですね。
このボディを塗装する上で懸念するところがあって、別パーツになっているインテークの口の部分があるんですね。これボディから外した状態で別で塗装して最後にカチッとはめることになるんですけど、そのカチッとはめる時にパーツ同士が当たったり擦れたりして塗装を削り落としてしまわないかみたいな心配があるんですよ。それが嫌で、第二次ブーム当時にレイホークガンマって何度か作っていて、一度だけ塗装前に接着して、中のピンも切り取って合わせ目を消してっていうのをやったことがあるんですけど、パーツが重なっていることで塗装しづらいっていうのがその時の一番の感想で、エアブラシならうまいこと隙間から細拭きしたりして濡れないことはないんですね。ただ今の僕の作風で言うと、均一にクリアを拭くとかヤスリをかけるみたいなこの後に控えてる作業を考えると、今回は別パーツのままの方がいいんじゃないかっていう判断で、塗装後に少し緩めにつけられるように接するところを削ったりとか、ピンの接続部分をマスキングしていたりします。あとその接続するためのピンもそうですね。これがボディに刺さっていることでウィングの根元部分の強度保持に貢献しているみたいなところがあって、特に以前は完全に走行用のマシンとして作っていたこともあって、このピン結構大事だなって思ったのは覚えてますね。で、見ての通りオレンジ、赤、緑、青で加えていって、カラフルでポップというか可愛い感じになりつつありますが、この後入るメインの色と間に挟まる差し色によって、ミニ四駆っぽいレーシーな感じを取り戻していきます。
ホイールは元の赤いレイホークガンマ用のものが手元になかったので、ミニ四駆プロシリーズ初期のタイプを選んでいます。これも3本スポークでワイドトレッドなので、どうでしょうか。なかなか合ってると思うんですけど、カラーバリエーションも蛍光グリーンとかゴールドもあって、デザインもこれ割と好きなので、また別の作品でも使いたいですね。スーパーミニ四駆シリーズはコロコロコミックではなくって、主に小学館側で活躍が書かれていたので、このシリーズでコロコロとかこのドラゴンのマークがついた作例って改造ブックなんか見てもなかなか見つからないんですけど、ここではあくまでコロコロスペシャルっていう感じで作っているので、惜しみなくコロコロのステッカーも使っています。カラーリング全体で見てもどちらかといえばコロコロ寄りに仕上がったんじゃないかと思います。